はい、皆さんこんばんは。ご覧いただきありがとうございます。見えてますかね？ありがとうございます。今日は本日のゲスト、ジュリアン・シャムローさんに来ていただいております。ジュリアン・シャムローさんは、ワンネスの扉をなんと日本語で書いて、日本で本を出版されました。しかも、日本に全く住んでないのに日本語ペラペラ。そして見てください。このハンサムボーイ。ハンサム。声も素敵。そしてジュリアンさんと喋るともう波動が爆上がり高くなる方です。本日のゲスト、ジュリアン・サムローさんです。ありがとうございます。どうぞ、ジュリアン・サムローさん、ありがとうございます。こんにちは、こんばんは。皆さん、こんばんは。軽くジュリアンさんからもご紹介、自己紹介していただければなと思います。はい、ありがとうございます。では、自己紹介なんですけれども、フランス生まれ、フランス育ち、ジュリアン・シャマラと申します。今はパリに住んでいます。日本語の勉強はフランスで、やったことで趣味でやってきたんですけれども、いつか話せるようになるとは想像もつかなくて、とりあえず趣味としてやっていこうということでやってきました。どうにかなりましたが、おかげさまで今日も長く話す機会が、ね、あるからこそ、いろいろまた勉強ができると思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。もうすごい、とりあえずやってみたところでこんなにペラペラ喋れるとはね。もおかげさまです。う日本人より日本人。そんなありません。ね、今日早速ね、皆様にもお伝えしたんですけど、ワンネス体験について詳しくお話を伺おうと思います。今日ね、ジュリアンさんのご出版されたナチュラルスピリットさんからのワンネスの扉という本で、またご購入された方、ちょっとご参考として、119ページに、このワンネス体験のステージっていう箇所がありまして、ちょっと私から簡単にこの書かれていることをさらっとステージ、どういうことがワンネスなのか、どういうことがワンネス体験の段階なのかということをちょっとかいつまんでお伝えさせていただきます。このワンネス体験っていうことは、ステージが、5つに分かれておりまして、ワンネス体験のステージ5つありまして、1つ目、不思議な気持ちから始まる。生きているのは素晴らしいという感覚で胸がいっぱいになる。そして次にステージ2。ステージ1の気持ちが感動へと発展する。良い、悪い、喜びと悲しみといった両極が一つになったビジョンが始まる。脳よりハートの時間が直線的な流れから曲がり始める。この時点で目と心の視覚が重なり始め、日常の現実の上にスピリチュアルな次元の現実がオーバーラップして見える。そしてステージ3。ゆっくりと開く超感覚の花。ワンネスの花はより深い共感、エンパシーを生む。ずっと僕だと思っていた自分、すなわち自我が消えてしまう。ハートで体験することなのです。地球上すべての人と心がつながり、人々の内にある喜び、悲しみ、心配、希望、期待などが自分のこととして感じられてくる。ハートが愛であふれ、大きな感動が始まる。亡くなった人の霊や身体を持たないスピリットが、見え始めるのもこのステージ3からです。そしてステージ4、4ですね。地球上の人間すべての一体感から私という境界線、フォームが完全に消え、宇宙と一体となった感覚がしてくる。五感はさらに研ぎ澄まされ、自分が自由自在に形を変える流体宇宙となり、宇宙に偏在して望めばどこにでもいられる。そしてステージ5、5ですね。宇宙の至るところに生命が感じられる。宇宙は何にもない空っぽの空間ではなく、生、ライフで満ち溢れている。宇宙と一体になれば移動せずとも宇宙のどこでも見ることができる。距離に関係なく移動は瞬間的で気の向くままに無限の移動が可能になる。
このようなことが、書かれてるんですけども、ジュリアンさんからもこのステージ、ワンネスのことについてちょっと補足があればご説明いただければと思います。はい、ありがとうございます。実はですね、ワンネスその大的時代をどうやって言葉を使い説明すればいいかどうかっていうことが、最初の時にはものすごく戸惑っていて、うん。どこから始めていつまで行くかっていうような流れとしてはあまりにも想像ができなくて、うん。脳ではどうも想像つかないような体験として、あの、イメージしかできなかったんですので、言葉にする前にはですね、ワンネスそのもの自体は、もうすべてが一つになる。その中にはすべてが同時に起こっている。すべうん。てを、皆さんと一緒に一つになった状態で、皆さんの、体験であったり、人生であったり、感覚であったりは、自分のように感じ取る、体験するというような一つの塊であるというふうなイメージはしていたんですけども、ただそれだとやはりちゃんと伝わらないなと私は思って、もうちょうん。っと体験自体はどこから始めるんだなということなんですね。うん。ワンネスの扉というのはですね、やはりここにある胸、心のことなんですね。胸がいっぱいになるっていうことで、もうあまりにもそれ以上は、もう感動してしまうっていうような、それ以上はもう耐えられないと思ってきたら、そこから始めるんですね。ああ、耐えられないと思ったら溢れ出てしまうってことですか？あまりにエネルギー。も溢れてしまうと、もう圧倒されると思ってきたら、それはワンネスのあ扉です。これは扉です。この扉が開き始めたっていうことなのです。なるほそのど。後ずっと、それに対してはですね、一般的の、人の考え方、私の考え方もそうだったんですけど、じゃあその気持ちに対してはどうすればいいんだろう。体験したい気持ちと言ってきたら、あんまりにもパワフル的で、もう耐えられないと思ってしまうんですね。特に思考がそう思ってしまうんです。思考というのはそのマインドの声なんですね。マインドの声はもうそれ以上は耐えられないので、このドアを閉めようってね。心のドア、そう、心の心。ドアね、うん。を閉じ込もうと、思考がね、それに対して反応すると私は思うんですけど、むしろそれを開けたままにしようとしてきたら、皆さんはお話の体験はできると私は思うんですよ。うんうんうんたうん。だその体験はただの感動ではなく、その感動はただの扉ですので、その後だんだん発展はするわけなんですね。で、うん。その発展が自分がやっているっていうわけではなく、素敵。うん。自分はそれをあの手放しているからこそ、自然的に発展しているっていうわけなんですね。なのうん。で、いいですよ、そのまんま受け入れましょうっていうような、マインドセットで委ねるっていうようなマインドセットで、この扉を開けたままにすることができるっていうわけなんです。なるほど。はい。じゃあ、この一番はい。手放手放しているかしからこらそそ自然うなんですね。的に発生するっはい。ていうのは、つまりその先ほどおっしゃられてた、その心を開いて、受け取りモードであるから、何にもはい。抵抗ないから、脳がスイッチオフになってるから、もうこのエネルギーでバーって伝わって、抵抗がないから、空洞になってるから、手放してるからこそ自然的に発生して、自分は宇宙の一部、みんなと繋がっているワンネスを感じるっていうことですかね。はい、おっしゃる通りです。うん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 。すただごいね。その手放したモードを保つことはものすごく大切なんですよ。大そう、切で難しいなんですね。これどうすればいいんですか？皆さん多分おどうすればいしんいんですかね。うん。手放しモード、受け取りモードを、そう、受けこれ取りモード、手放しモードは、まず最初はですね、自分は誰なのかっていうことを知っていた方がいいと私は思います。それはなぜですか？なぜその手放しモードに自分は誰なのかって知ることが必要になるんですか？自分は誰なのか、どこに立っているのかとはっきりしていると、そのうん。後手放すことは簡単にはできるんですよ。自ああ、分ははい。誰なのかってわからないと手放せないですね。
あ、自分自身がもうなくなっちゃって怖いから手放せない、どうな自分、のかどうかわからないですし、そうなんです。なるほど。そういう内面的な安定がないと、なかなか難しいですね。面白い。これなんかね、このワンネスの扉を読んでて、このワンネス体験をすると、そのね、先ほどおっしゃってたその手放してるから自然に起こって、この自我が消えて、エゴが消えて、一体感となるっておっしゃってたけども、一方で自分自身は何者かということを確立していないと、手放すと、この自分が持っていかれちゃうっていうか、この自分がその不安定になるっていうということですかね。それこそその自分もちゃんとグラウンディング、何者なのかっていうことをしっかり知って、自己確立、グラウンディングした上で、手放してみんなとつながる。要はこの大地の木が根ざして、みんなとタッグを組んで、こう、円になって手をつないでる感覚っていう感じですかね。そうなんですね。そうなんですね。とっても素敵なイメージだと思います。はい。ありがとうございます。はい。うん。で、それで、その、それで、手放し、その後は、うん、そうなんですね。手放したそのワンネスの扉のドアが、開き始めたときに、今度、その感覚自体はもうすべてになるんですね。この感覚、その感動している感覚自体は、船のように私を乗せます。で、どん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 その感覚が花のように咲き始めるっていうことなんですね。綺麗なで、のように咲き、うん。そういうふうに私は体験してきたんです。なぜかというと、胸のここのところには心のチャクラがあるんじゃないですか。で、その心のチャクラというのは、回るチャクラなんですよ。それ回るチャクで、どういう形をしているかというと、お花みたいな形をしているものじゃないですか。で、だん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 そういうふうな体験をしていくと、このチャクラが回り始めて、で、だんだん咲き始めるっていうことなんですよ。はい。うわで、胸そうするこのチャクラとによって、胸のチャクチャクラです。はい。ラ。うん胸うんうん。のチャクラで、はい。心のチャクラなんです。うーん。その後、咲き始めることで、もう、満開になるっていうのは、その後、これから先の段階なんですけれども、あの、咲けば咲けるほど、エネルギーであるか、光であるか、愛であるか、もう区別できないぐらいの流れが今度、その中にも、注ぎ込む、流れて込むというような、あの、現象になってるんですよ。面白い。具体的な説明はあんまりね、言葉を通してはできないんですけれども、それを私は何回も体験して、一体それは何だろうと最初思って、ようやっと分かってきたのは、チャクラそのものは存在しているのか知らなかった。話は聞いたことはあったんですけども、やはり自分で体験しないと、本当に存在しているかどうかって分かんないじゃないですか。判断もできないじゃないですか。うん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 。このワンネスを体験をしたことによって、心のチャクラは存在していることは確認ができました。いやはい。素晴らしい。この心のチャクラの花が開くってすごいいい表現ですよね。その花が開いて、この、エネルギーの循環をこの心ではい。感じて、そのはい。間は脳がスイッチオフにしてて、一方はい。でちゃんと自分とは何者かっていうのを自己確立した上で、心のチャクラが開いて、心の花が開いて、ワンネスを体験する。この体験しているとき、その前後、後かな。これ多分エネルギーがそういうふうに動くと、現実でも私シンクロだとか、不思議体験だとか、まさかの奇跡体験だとか、起こってくるのかなって思うんですけど、その点、その現実の変化ってどんなことがありました？このワンネス体験をした後に。した後ですか？した後、した前の現実の変化だとか、どういうようなことを感じられました？心のね、変化、エネルギーの変化、はい。はい。多かったんですけど、この現実面ではどのような変化がありました？そうですね。そうですね。僕はですね、初めてワンネスを体験していたその時には、24歳でしたので、あまりにもまだ若いんで、エはい。ネルギーの流れまでは、観察したとは言っても、現実、日常生活とどういう風に繋げればいいかどうか、エネルギーの流れは、それは自分が活かせるものであるかどうかっていうことはあまりにも分からなくて、
ただ、ワンネスを体験した後には、不思議な現象としてはですね、今度はですね、体を使っていないスピリットの訪れや、彼らとのコミュニケーションが始まったんですね。ですので、自分はその体だけではないというのをもう体験しましたので、もう分かりましたとは言っても、心で体験したものですので、もう二度と忘れないということなんですね。なので、二度と忘れないその現実からの他のスピリットたちとのコミュニケーションがもう可能になるんですね。すごい。他のスピリットって具体的にはその宇宙存在とかっていう、どういう存在ですか？具体的に。宇宙存在は、前ではですね、UFO を見た頃にはもうすでにそういったようなコミュニケーションを行っていたんですけども、ただ、ワンネスを体験した後には、今度はですね、例えば、同級生の友達の、なんていう、守護霊という言葉を使いますけれども、その友達を守っているスピリットの存在とのコミュニケーション。おー、すごい。守っているガイドスピリットだとか。守っているガイドさんなんですね。そうなんですね。それはワンネスの扉の中に書いてあるんですけど、パリにしばらく住んでいたアナさんというポーランド人の友達、同級生の人で、彼女はある日、私の名前を呼んでいる誰か、世の中には誰かが聞こえているんだけれど、それは何だと思いますかと聞かれて、で、僕は当時はそれはきっと夢じゃないかと思って、で、しばらく様子を見て、そんなに心配しなくてもいいんじゃない？でもそれは毎日だよって言うから、毎日はちょっと迷惑だなと私思って。じゃあ、でも、多分余計な心配してるんじゃないかなと、ちょっとね、そういう風な話してきたんですけど、でもやっぱり、それは、彼女を守ろうとしていた存在で、彼女とコミュニケーションを取ろうとしていたんですよ。で、彼女はそれに対してはあんまりも、怖がりで、もう話したくない、目に見えない存在とはもう話したくないので、話が始めたらもう狂ってくるかもしれないし、もう自分はね、今パリというフランス、外国に住んでるのはもうそれで精一杯なので、それ以上話したくないと、彼女が言っていたので、その次には、この存在は僕の、ところに来て、アナさんにこう伝えてくださいというふうなことになりました。その見えないその存在のガイドスピリットとかってどういうメッセージを具体的にはお伝えそうですね。具体的にはですね、アナさんはあの時はですね、フランスでは一人、家族はみんなポーランドで、一人としても頑張って大学を卒業し、仕事を始めて、でもやはりフランスとポーランドは文化が違いますので、そういう文化の違いで結構苦しんでいたんですよ。で、自分はもしかすると、何の価値のないものであるんじゃないかな、人間としては、ね、価値のない人間じゃないかなというような、考え方、そういったような、ね、思考のモードに、入ってきましたので、ちょっとうつに近い状態に、なっていたんですよ。で、それを多分見ていた、このスピリットたちは、どうにか穴をね、もうちょっとね、サポートしなきゃいけないんじゃないかなと思っていたので、やがてきたんじゃないかなと思います。そのメッセージっていうのは、その無価値な人間と思ってるけど無価値じゃないとか、そういうような愛のメッセージな感じですかね。そういうメッセージでした。はい。なんかね、こうやってこの人って本当にどん底に落とされた時だとか、その無価値観を感じた時だとか、鬱になる時って、このあらゆる見えない存在たちが、それね、ジュリアンさん、友達を通してですとか、この命を守ろう、愛を、光を送ろうと、精一杯サポートしてくれてると思うんですよね。それに私たち気づくか気づかないかにかかってると思うんですけども、それはやはり、そのね、先ほどジュリアンさんのおっしゃられてた心を開く、頭ではなく心を開くっていうのが、すごく、キャッチする能力だと思うんですけども。受け入れるかどうかということなんですね。キャッチするか。例えばですね、よく、質問されるのはですね、ジュリアンはスピリットたちの話はできますか？できると思いますか？って、よく聞かれるんですけども、僕は何々ができるっていうことじゃなくて、
受け入れられるかどうかということなんですよ。ああ、素晴らしい表いやいや現。いやいや、でも本当はそうなんですよ。なので、それはキャパではなく、受け入れられるかどうかということなんですね。なそれってので、もと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 、できるってそう、もともと誰でもできる、誰でもできるっていうか、当然、私たちはみんなできるのですが、受け入れられるかどうか、そこが違うんですね。ああ、ちょっとすごい感動しました。もう、そのできるっていうのは、もう、この当たり前の前う提ん。だし、まあ、私たちはい。ね、この宇宙の英知につながれば、もともと宇宙の英知の、一部だし、それを思い出すだけで、その、できる、できないじゃなくて、できてる存在なので、それを受け入れるかどうかなんですよね。っていうことそのなのです。意味で、はい。抵抗を手放すか、はい。オープンチャクラになるかっていうこと。わあ、素敵。受け入れられるうん。かどうか。そうなんです。そこではですね、アミ小さい宇宙人の本にも出てくるんですけれども、すごい。第一脳と第二の脳、胸にある第二の脳もあって、第一の脳は今どこで頭の中でしょ。頭の中の脳はもちろん役割があるんだけれど、その役割はある範囲で、ね、そういう範囲のみの役割なんですよ。その他は第二脳の役、つまり胸、つまり心ということなんなるですけれども、ほど。本当の自分はその心を通して体験しているんですよ。うで、思わ考はどちらかというと、この体と環境に対してどう対応されるかとかっていうような役割を演じているわけなんです。それだけです。自分はその脳ではなく、この心です。というふうな違いはい。なんですね。なるほど。いや、もうすごい今聞いてて、ゾワゾワっとしました。そうででも、すよね。言うのは簡単なんですけれども、日常生活の中では、自分はどっちなんだろうとね、迷いやすいと思うんですけど。迷いやすいけども、ふっと立ち止まって、やっぱりその、なんだ、こう考えてるな、抵はい。抗を手放そう。それこそね、はい。先ほどおっしゃってた、手放してるからこそ自然的に発生する。手放はい。してるからこそ宇宙の流れに自然的に、乗はい。るっていうことだと思うんですけどはい。も、本当にその頭の脳をスイッチオフして、本当に心で生きるっていうことがすごく大事に、そそうなんです。う。本当に大事なんです。はい。いやー、なるほど。これ、でも頭で分かってても、そのね、この体感にはい。移すのって結構、そこの練習っていうか、ね、聞いてても、はい。頭でうんって分かってても、はい。理でもそれ解しても、それをはい。自分の体で体験、そうなんです。移すって、表現するっていうことって、はい。これ、視聴者の皆さん、どういう風にすれば、もっとなんだろうな、頭使わずに心で体験するっていうことがはい。手放せるか、どういう風にやりやすそうなくなるんですね。はい。ポイントを、はい。方法はね、いくうん。つかあるんですけれども、何その出し惜しみしないでよ。でもそれ言っちゃってよ。はね、人によると思うんですけどね、はい。十人十色ですので、方法は ういん。ろいろいろいろ、ちょっといろいろあ教えて。りますけれども、教えて。ですね、よはい。く瞑想してますかとよく聞かれるんですけれども、瞑想はしてないんです。やりたいと思ってますがしてないんです。でも、しあ、てもいい意外、と思います。そうしてないんなぜかとですね。いうと、してないです。した方がいいと思いますが、いへつかやりますえ、が、でも、とうんりあえず うんうん。瞑想という方法もあります。で、瞑想が好きな方は、もうすでに瞑想としていろいろ体験はしていると思いますので、適切な音楽をつけて瞑想してもいいんですし、うん。瞑想っていうのはですね、あえて言いますと、思考を静かにする一つの方法じゃないですか、うん。と思いますようん。ね。うんうん静かうん。にする方法。静かにする方法。また、反対的にはですね、思考がもうそれ以上与えられないという状況をうん。使うというのも一つの方法なんですよ。つまりパじゃあもうンクするっていうことですね。もうじゃあもう、それ以上与えられないと思ったら、ここです。手放ここさなきゃならですよ。ないですもんね、もう詰め込みすぎたら。そうなんです。そうなんです。面はい。白い。つまり、それは私が好きな方法なんですけども、ただ、皆さんは好きな
やり方でやってもいいと思いますし、うん。そういうチャレンジ的なやり方が好きな人はぜひやってみてください。どういうチャレンジ的なものであるかと言いますと、例えばですね、まあ、仕事の場ではですね、いろいろチャレンジできる場があるんじゃないですか。うん。これはできますか？いや、できないんですけど、やってみればどうにかなるんじゃないと思ってきたら、なるかもしれません。うん。ならないうん。かもしれないですけどね。でうん。も、うん。とりあえずやってみよう。やってみると、思考はね、それに対してうん。もやったことがないものに対してどう反応すればいいかどうかわからないので、静かにしてくれるんですよ、思考も。なるほど。うはい。ん。面な白い。とりあえので、ずやってみたら、思とりあえ考が、ずやってみよう。そう。どういうふうにやればいいかどうかわかりません。うん。はい。そう自いう、分でやったことないはい。のを、とりあえずやってみて思考をそう、静チャレンジかにさせる。できる場をどん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 作ればいいと思います。ああ、面白い。ね、うん。先ほどのなんね、思考を静かにして、この宇はい。宙からのメッセージだとかはい。受け取りやすいはい。状態をするためには、その3つのポイント、はい。人それぞれ、好きなものを使えばいいけども、この3つあって、その1つ目が瞑想して静かなはい。心でいるっていうことはい。と、2つ目がパンクさせる。もう考えるだけ考えて、あーってなって、はい。パンクさせて、諦めるっていう状態かな。こう手放す。それこそ諦めて手放す。もういっぱはい。いだみたいな感じで手放したそう、状態で、もういっぱいだよ。うん、そう。もういっぱいだ。はい。で、最後に自分の許容範囲を超えたことをとりあえずやってみると、はい。もういっぱいいっぱいになるから、思考が停止になって静かになはい。るからうん。受け取りやすくなるっていうことですよはい。ね。はい。めちゃめちゃいいアドバイス、これ。いや、ジュリとアンさん、最思います。高。めっちゃ天才じゃないですか。うん。いや、これまさしくいや、私、ずっとこれ3つやってるかもです。この瞑想したり、とりあえずもうがむしゃらにやるだけやうん。って、あとははい。もうはい。手放す状態、はい。諦めるみたいはい。なる状態までやってます。あ、面白い。で、とりあえずやるっていうことも、こはい。れってね、こういう風にやっていくと、どん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 その自分の許容範囲っていうか、枠が超えてはい。きて、はい。思い込みのパターンも超はい。えて、奇跡体験、なんだろうな、一直線な流れだったのが、ねじれになって引き寄せが起こったり、はい。で引き寄せの後は、一直線だったものがねじれになって引き寄せ体質になって、それが最後円になって循環しだすと思うんですよね。これって宇宙の流れ、そのワンネス体験のステージの流れとすごく似てると思うんですけうん。ども。そうなんです。おっしゃる通りです。うん。循環、ね。自然を見ると、その循環という仕組みはできているんじゃないですか。あ、宇宙その自然を見るものも、と、うん。そう、宇宙そのものも循環の仕組みなんですよ。すべてはもうすでにあります。何を引く、何を足すっていうことじゃない、もうすでに完璧な状態でありますので、循環だけで形を変えていくっていうことなんですよ。うそれわー、なんかを、ね、ワンネスごい。を体験するときに、そういうのを、説明されるっていうことじゃなくて、それを体験するわけなんですよ。体験することによって、自分は今まで誰だと思ってたんだろう。この脳ではなくて、自分は宇宙だったわけ。人間を体験している宇宙なので、できるだけそこう人のね、そう間うん。なんです。なので、うわ、できるだけ、この人生を通して宇宙を喜ばしたいと私は思います。もう人生を通してうん。宇宙を喜ばしたい？何この、そうなんです。素敵じゃん、素敵っす。素敵っす。いろいろだっもてね、だって宇宙さんもさ、いろいろ、せっかくの人生なのでいろいろ試したいと思ってるんじゃないですか。う、うん。そういう宇宙気持ちで。喜うん。ばせる？はい。いいんじゃないですか。はい。はいって。それすごい。そうなんです。なんかね、私たちこう人間的な意識って、もう自分を喜ばしてくれ、自分に奇跡体験、自分がもうこのなんだろう、この人生成功させたいって自分が本音はい。を生きたい、自分の道切り開きたいっていうのがね、本当のところあると思うんですよね。私はい。たち欲っていうもの、ね、それこそ煩悩は消えないって言いますけど、はい。欲があったりとかするけども、これを一つ超えた先にエネルギーの循環を体験した後に、宇宙を喜ばせたいっていう感覚になるって、ほんとこの素敵ジュリアンさんは最初からそんな感じのマインドだったんですか？
宇宙を喜ばせたい。それは、どういうね、ワンネスを体験してから気がついたと思いますね。ワンネスを体験してから宇宙の存在が知った。その前には知らなかったです。知らなかったです。その前は人間意識。宇宙はただの空間じゃないというふうな考え方をしていたんです。その前は宇宙は空間っていう、ね、視聴者の皆さんもそうだと思うんですけど、宇宙は空間ってね、ついスペースっていうぐらいだから英語で、空間って思っちゃうけど、じゃあ宇宙は何だと思われます？何なんですか？そのワンネスを体験した後には、宇宙そのもの自体は生きているということで、愛イコール光で生きている。で、私たちはみんな宇宙の一部という言い方はあんまり適切ではないんですけど、ただ言葉を通してそれはその他の方法、ね、言い方がないと思いますので仕方がないですけども、宇宙の一部として私たちは生きているんですが、でも私たちはみんな宇宙であるっていうことなんです。というふうな素敵。私たちは宇宙である。経験をしましたので。私たちは宇宙である。そして愛、光である。これね、みんなこの根源として、もともとそういう分かってるんだと思うんですよね。私たちは愛の存在、光の存在、そしてワンネスの存在って分かってるんだけども、で、ここで皆さん来られてるその視聴者の方とかも、この潜在意識的にはそれもあって、引き込まれるようにこれを見てらっしゃると思うんですけども、その愛とか光の存在ってね、普段その私たちがその忙しい日常生活、仕事だとか、大変な現実だとか向き合わせられてる時って、愛とか光だっていう存在って忘れがちになったりするじゃないですか。その存在たちのことをね、思う時間がないので、と思考が思ってるわけ。思考はですね、思考はこの3次元の全てがコントロールできると思っているわけなんですよ。だけれど、本当はそうじゃないんですよ。思考はできる範囲はこれじゃなくて、これですよ。これだけです。なので、せめてこれだけの範囲をうまくやってくれと私がいつも思考にお願いするわけなんですよ。あなたの役割はこれですので、これをちゃんとやってくれたらもう嬉しいです。それ以上はやらなくてもいいよ。というふうな内面的な対話をしているわけなんですね。何その対話、すごい素晴らしい。対話っていうのは、一つの教育だと私は思うんですけど、対話を通して自分の思考を違う形で、デザインするというね。今まではそういう形だったんだけれど、あなたの役割はちょっと違うので、その形をちょっと変えましょう。で、ひたすらそれをやろうとしてきたら、もう相手、つまり思考は、ちょっと待って、あなたは何をやろうとしているのか、抵抗が出るかもしれませんので、話しながらやっているんですよ。いわゆるそれ自己対話ですよね。自己対話なのです。フランス人の方って、考える癖って、ね、小さいところから終わりじゃないですか。議論するだとか。そうなんですね。もう徹底的に考え抜くっていう力が終わりだと思うんですけども、それが、その哲学、フランスが哲学発達してるっていう部分があると思うんですけど、その、思考だけじゃ、もう限られた世界だよと。思考の先に心があって感覚をうまく使いなさいよっていう時期に来てると思うんですよね。だからその日常生活の中で思考もいいけど思考のみ使いなさんなよっていうこの時期に来てるのかなって思って、それこそやっぱりワンネスだとかその心、感覚っていうのを大事にしてっていうのかなって今ね、お話聞いててすごい思いました。よくその思考の国で心を使うことをされましたよね。まだまだチャレンジがたくさん残ってますよ。ですけれど、思考の国でしっかりと思考のことについては勉強はできる国だなと私は思うんですよ。だからこんなもんなんだ。いや、だからね、その思考があるからこそ、このワンネスの扉の、本ね、ワンネス体験をうまく表現されてたりだとか、
きちんとその皆さんにこの広く、ちゃんと深く分かりやすいように書かれているのが、思考がトレーニングされたからだと思うんですよね。で、私たちはやっぱ心だけでも、やっぱり人間として生まれた限りはその頭も使って、心も使って、でも頭が全てでない。で、心が大部分っていうことをこの思い出すんだと思うんですけども、この、今ね、パッとこう、ごめんなさい、ちょっと話が飛ぶんですけども、戻るかもしれないですけども、はい、このワンネスの扉をこう開いて見てはい、て、このワンネス体験を保つには、観察に徹しなければならない。さっきね、はい、この自分を見つめる、この自分の考えを見つめるということにこう類似するかなと思うんですけど、ワンネス体験を保つには観察に徹しなければならない。ワンネスでは時間そのものが変化する。時間ではなく流れが中心になる。この観察ってね、どういうことを指してます？その自分の心を観察するのか、それ目の前の現象を観察するのか、これはどういうことでしょうか？いい質問ですね。うん。その時の観察は、ワンネスを体験している時の観察ですので、ひたすらワンネスという体験を観察する、体験すること、それだけ。で、一番初めにワンネスを体験した時に、それは一体どういうものなんだろうと思ったら終わり、またはあまりにも素晴らしくて、それを記憶に残らなきゃいけないなと思ったら終わり、これは良いか悪いかと判断しようとしてきた終わりと体験しましたので、じゃあ、これもダメ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 って思ってきたら、じゃあ残りは何だろう、ひたすら体験すること。何にも考えずに、ただひたすら体験することということで、ワンネスの体験を長く体験することができると気がつきましたので、これは一つの関節じゃないかなと私は思ってるんです。で、それをやった後には、じゃあ今度、ワンネスの時だけでなく、日常生活の時にもこういったような観察の立場を使えばどうなるんだろうとやり始めたんですね。で、やり始めたら今度、まず自分の思考の働き方が見えること。そして、奇跡的には他人が思っていることが感じること。そして目で見えない存在などの、気配とかを感じることというふうになりましたので、じゃあこの観察の立場はもしかすると思考の立場よりも役にはなっているんじゃないかなと思い始めたんですね。このね、思考すると観測するって、今ね、お話聞いてて、この、はい。思考だったら、エゴっていうか、もうあの人どう思ってるかな、ちょはい。っとこう、今、私のことをこう、無視したみたいな感じで、このエゴっていうかな、その自分の思い込みだったりか、飲み込まれる感じだけども、はい。観察って、この、一歩俯瞰して、もう一人の自分が上から自分を見てるっていう感じですかね。そうですね。あの上から自分を見てるというよりも、うん。上と下の区別はね、また違う話になる可能性があるかもしれませんのうん。で、右と左うん。という平等のね、はい2人はいはい。の自分がいて、で、その2人の自分は相手を見ているというような立場うをーん。私は想像してやっているんですね。うーん。そうするこのと、頭、思考の自分、それは自我であったり、エゴであったりと距離を置いて、ちょっと外から観察することができるということなんですね。観察自我、エゴが悪いとは言っていません。このうん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 。3次元の中では、それは必要とされているツールなんですけれども、うん。でも、これは本当の自分ではないんですね。なるほど。エゴは大事だけども、エゴはほんとの自分ではない。なるほど。このそうですよね。社会の中では、エゴがツールとしては必要とはされていると思いますね、時には。うん。時にはそなので、のしょうがないですね。うん。例えばどういう時にエゴは必要なんでしょうか？エゴはなんだろう、職場の時にはですね、人との関係の時には必要となってるんじゃないですか、時には。時にはやっぱりその人はい。間社会にそうなんにおいて、ですね。
エゴは必要で、うん。相手のコミュニケーションの取り方はですね、時にはですね、心から聞いた言葉もあり、向こうのエゴから聞いた言葉もあるんじゃないですか。それに対して自分は心から返信するか、または向こうと一緒、エゴから返信するかっていうのもあるんじゃないですか。うん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 これもまあうん。一つの体験としてはいろいろ学びができると思うので。でもエゴを体験することによって、その本質的な自分を見れる。エゴがあるからこそ自分の魂、本質的なものも見れる。だから比較がないと私たちはこの、一つだけじゃ自分がわかんないから、エゴも体験して、魂、心も大事だっていうことがわかるっていうことなんですかね。そうなんですね。ただその比較ができるようになるまでは、やはりしばらく自分を観察する必要があるのだなと私は思います。そう自分、しないとはですね、そう自分を観察するというのは、その思い、感想が自然的にね、浮かんでくるときのこれを観察する。それをしばらくやっていくと、あえて言うとそれは一つの瞑想じゃないかと私は思うんですよ。それそうですよね。をやっていくと、ね、そうですよね。それをやっていくと、例えば通勤電車の中で、やっていたりすると、思考の、しがち、癖とかが見えてくると思いますよ。おー。1日とか1週間だけでなく、何ヶ月間ぐらいずっとそれを観察すると、ああ、その思考の癖はあれとこれとだなと、少しずつは見えてくると思いますね。面白い。自分の思ね。考パターンを見るために自分を、そうなんです。わー。で、そこで、あれですよね、ジャッジしないってことですよね。いい悪いってジャッジか。しないです。いい悪いっていう、そういう話はもう、役には立てないので、いい悪いっていうことじゃなくても、これからどんな人になりたいかっていうことなんですよ。ね。なるほど。で、そういうなりたい人と今の自分は、どこまでそこまでたどり着くことができるかっていうことで、まずは自分の思考のパターンを掴んでから、そのパターンをどういうふうに言い換えればいいかどうかっていうことなんですね。すごい。今の自分となりたい自分、現在地と目的地をちゃんと見て、どういう思考パターンを持ってるのか、ただ自分の思考を、継続して1ヶ月なり、1週間なり1週間、1ヶ月なり1週間見て、ただ見る。判断せずに自分の思考パターンを見て、じゃあこのなりたい自分はどういう思考パターンをしているのかっていうことを考えて、差を取る、悟り、ギャップを埋めるっていうことはい。ですね。なはい、そるほど。の通りです。うわー、それジュリアンさんもされてたんですか？こういう自分になりたいからこんな思考パターンにしようとかって。こういう自分になりたいとはですね、24歳の時には、うん。そこまでは考えなかったんですけども、ただ、こういう思考のパターンから離れたいとは思っていたわけなんですね。これはちょっと嫌だなというところはいくつか見つけて。なるほど。じゃあ、はい。私、今の現在地点から、はい。ジュリアンさんのような素敵な人になりたかったら、どういう思考パターンすればいい？いやいや、まず純子さん自身はどういう思考パターンを持っているかどうかということなんですよ。そこから始めると思いますので、まずはそれを掴んでから、またね、それを話伝えるから。せればいいんじゃないかなと思います。うまいでも、返しだ。どんな人になりたいのか、それ、ね、人それぞれだと思いますので、はい。自分で決めればいいんじゃないですか。いや、それでもすごい面白い、ことを聞く。多分、皆さんもすごく納得されたと思うんですけど、やっぱり、今のね、自分も好きだけど、もっとこういう人も素敵だなって、新しい自分見たいなって、思われた方は、やっぱりその方がどういう思考パターンしてて、そして今の自分はどういう思考パターンっていうのが、このパターンを見るって面白いですね、思考の流れ。なかなか、はい。と思います。それこそ、多分その自分の、なんだろうな、2次元、3次元、4次元、5次元って私たちの活動範囲ってなんだろうな、人間としての活動範囲って3次元、4次元、5次元の世界だと思うんですけども、3次元だったら一直線的な考え、思考オンリ
で、先ほども言いましたけども、4次元だったら、こう、ねじれができて、引き寄せが起こったりする段階。で、5次元、円になる段階っていう、はいこの思考もやっぱり、同じことだと思うんですよね。この直線的な考えなの。はい。 A したから、A っていう結果が出る。じゃなくて、次はその A したけども、Z が来るかもしれないっていう、変則的な考えっていうかな。なんだろうな、こう、許容範囲っていうか、ここだけの範囲で起こってないんだよ。こっからも来るかもしれないよっていう。そうなんです。はい。だから、いつでも受け入れる準備をしておきなさいよっていうはい。ことなんですかね。なんかそうその通り言ってです。生きるとワクワクするっていうか、うん。そうなんですよ。まあ、ワクワクはまた、ね、せっかくの人生ですので、もうずっと悲しんで苦労して生きるわけにはいかないと思うんですし、もちろん大変なことはたくさんあると思いますけれども、大変だとは言っても、たった一つの人生ですよ。次の人生もありますし、前世の人生もありましたし、で、今ここは本当の自分にとってはもう、それは全てですので、で、明日はまだ明日、今日は今日、で、昨日はもう昨日なので、しょうがない。というなんか、ふうなテ今の瞬間だけ、たっプた今、ラセラ今ここうん。ですよ。明日は明うん。日の風が吹くなんかうん、風景のそうなんです。プラさんみたなんかすごいな。明日は明日。いや、そうですよね。だからこそ今に生きるっていうことってことうん、ですか？そうなんです。う今生きーて、で、ん。周りを見て、どんな素晴らしいことがね、このように溢れているのもう本当に感謝の気持ちで、生きていけばと思いますが。それこそジュリアンさんの活動とか、その Facebook とか、そのインスタ見はい。てたら、結構いろんな方と繋がれてて、なんだろうな、人が人を呼んで、なんかその人と繋がって、はい。いろんなところ行ったりだとか、それこそね、今日はここだけど、今日は日本だけど、今日はフランスだけど、明日は日本に行くかもしれないし、明日はアメリカかもしれないしっていう、なんだろうな、一瞬一瞬を楽しんでらっしゃるっていうのがすごく、あの、写真を見て思いまあ、ます。前もってちゃんと予定は立ててますけれども。で前もっても、そうですね。まあ、人それぞれの生き方があると思いますけれども、僕はどちらかというと、そのワンネスを体験して、その体験を通して、どれだけ人生は短いのかと、ようやっと分かってきたような気がしてじゃあ無駄にしたくないと思ったんです。はっきり言っなんでこてしまえば。のワンネス体験を感じて、時間は有限だっていうのを気づかれワンネスを体験して、今の人生、この体をとしての人生はどれだけ短い人生であるかということを、感覚としてようやっと理解ができたと私は思うんです。今までは、毎日毎日で、明日もあり、来年もありというようなことで、もうあと何年間ぐらいもあるんじゃないかなというような、ね、思考が考えるパターンだったかもしれないんですけど、ただ、その、ワンネスの体験を通して、あの、時間そのもの自体はまず存在していないこと、そしてあっという間にも終わってしまうこと、このワンネスの立場から見たこの人生と前世と次の人生と同時に送っているすべてのその人生を見ることができるので、この人生は本当に短いですよ。気をつけてもらえば。ねえ。時間がないと言ってるわけじゃなくて、急いで生きなさいということじゃなくて、うん。今ここの大切さを味わってくださいということなんですよ。なるほど。いや、面白い面白い面白い。ワンネスを通して、時間の有限さを気づき、短いから、あれだよっていうことじゃなくて、その大切さに気づいて、時そう、間そのもそうなんです。のはこね、の人生はワンショットですよ。ですので、面白い。はい。このね、ワンネスの扉を読んでて、ワンネス体験を味わったときに、先ほどもおっしゃってた、現在、過去、未来がはい。同時にね、はい。同時に並行して、はい。横行けば過去のはい。私だし、はい。こっち行けば未来の私だはい。し、同時にやってるっていうことですよね。で、はい。そこで、自分がどの道か、どういう未来作るか、どういう現在になるかっていうのを、選択するっていう、一瞬一瞬を
集中して選択の連続なのかなって今聞いてたら、その有限っていう言葉を聞いて思ったんですけども、選択の連続なのかなって今思ったんですけども、とどうですか？思います。選択しないことも選択の一つですので。ああ。選択しないと、例えばね、この例えば、転職したいです。転職したくない。別れた、離婚したくないです。そのまま、離婚するか、離婚したくないか、離婚したくない。だからいろんな選択肢あるじゃないですか、皆さん。そうですね。それも、しないってしなかったら、自分であえて選ばなかったらどうなっていく感じなんですか？それは他人に任せるんじゃないですか、この選択を。他人に任せるのも、でも OK っていうこと？そこで判断が入ってしまう。それを OK でやるかどうか。面白い。宇宙の立場から見ると、もうすべては OK ですよ。すべては一つの体験。すべてから学びができるので、すべてからいろいろ喜ぶことができるので、どちらがいいかどうかというよりも、選択するかどうかということなんですね。選択したかったらしていいし、したくなかったらしなくていい。いい悪いはない。どちらも OK。すべて宇宙の視点から言うと、すべてあなたはそのままの存在で OK。選択してもしなくてもそのままで OK。深い。結果はありますけどもね。結果は何？結果はありますけれども。結果はあります。選択しないを選択します。はい。では選択します。これからは選択しません。選択するは難しいですので、それはどうも自分はできないと思いますので、選択しないことにします。そういう生き方をします。はい。じゃあ選択は他人に任せることです。つまり他人は自分の人生を作るっていうことなのです。それは結果。それで良いですか？それも含めて全部オールオッケー、オッケーネスって、そのままでいいんだよっていうことを。つまり正しいであるかどうかっていう質問なんですね。今の話は正しいか正しくないかっていうような範囲を超える話なんですよ。なるほど。それはあなた、今この人生を送って、これからどこへ向きたいのかっていうのを選択するとき、選択をしたいか。今選択はできません。心の準備は足りないので選択ができませんという時もありますね。いいんですよ、選択しなくても。なんかね、そう言ってね、皆さんもそうだと思うんですけど、そう言ってもらえると安心するじゃないですか、安心感。この決めなかった自分が、優柔不断だから悪いんじゃないかとか、どうしても私たちって善悪で物事を判断しがちで、自分を責める傾向にあると思うんですけども、決めなくても決めても、あなたはあなたの存在でそのままで素晴らしいし、その宇宙の範疇から見ると、その選択するが素晴らしい、選択しないが悪いっていうことでもない。それさえもすべて OK。すべてあなたのそのままでいいっていう、先ほどもおっしゃいました。ただそこで、ちょっとした指摘をしたいと思いますけども、してください。ずっと選択しないような生き方をしますと、自分の人生はもう自分の人生ではなくなるんですよ。ブラボー。ブラボー。もうブラボー。ジュリアン。なので、今の自分の心はやっぱり準備はできていないので選択はできませんという現実と向き合って、はい、それは今の状態の自分です。では、将来は十分心の準備ができた自分で選択できるような新しい自分にまでなりたいと思いますので、宇宙どうにかサポートしてくれませんかということで、そういうことでいろいろサポートがやってくると思いますので、私たちはね、この体を通して個別されている存在として見るかもしれませんが、実はそうではないんですよ。で、私たちはこの体、この3次元を体験している存在として宇宙との対話もできますし、今ここに立っている自分は
ちょっと足りないところがあるかもしれない。そういう気づきが時にはあるんですよ。どうすればいいかどうかっていうことは、ほとんど人たちはわからないじゃないですか。なので、そういう時には、じゃあ宇宙ヒントとか何かいただけませんかっていうようなお願いしてもいいんですよ。そしたらヒントがもらえて今度次の一歩ができるようになるというようなね、生き方もありますけども、いかがですか？いや、それこそあれですよね。自分一人じゃなくって、その宇宙と生きている。はい。自己確率っていうか、自分でこの意識を持って、その自分を知ったりとか、自分で考えることも、感じることも、大事だけども、宇宙のサポートをもらいながら、それこそ宇宙ともワンネスを感じながら、人生選択するときは選択して、できないときはまだ準備ができてませんと、それこそ手放し、をするっていう、その流れに身を任せるときは身を任せて、自分が選択したければして、いいも悪くもなくって、そして宇宙のサポートを受けたいときはお願いする、そして受け取るっていうことなんですね。はい、その通りです。素敵な生き方。ホーズビー。最後の人生ね。本当。いや、ジュリアンさんはそういうふうにして意識されて生きてらっしゃるってことですかね。できるだけ今の人生を精一杯、楽しむことと勉強ができたらいいなといつも思っている自分は、チャレンジとかの場にいると、そこから何が学べるかという、問いかけをしながらやっていくんですけれども、そうすることによって、学びは永遠に続くことができると思いますし、そして、その今の自分は明日また違う自分ができてしまうというのもありますし、そういう風な生き方を楽しんでます。ジュリアさんにとって、そのチャレンジだとか、したいことだとか、そのこれからね、勉強したいって、なんかおっしゃってましたけど、チャレンジしたいこととか、勉強したいことって何なんですか？はい。いろいろありますね。あまりにも多くて、もう大変なことになります。たくさん、たくさんあります。はい。一番したいことって何ですか？一番したいことはですね、たった一つなことではないですので、今やっていることをみんなつなげて、より効果的に、今ここの大切さを、できるだけたくさんの方に気づかれるというような活動ができたらいいなと私は思うんですよ。そういうのが、目的として、なかなか、はい、ワクワクな気持ちでどうすれば、もっともっと今ここ、今という素晴らしさ、そして私たちっていうのは、たった人間だけでなく、それを超える愛の存在、光の存在であるっていうのを、気づかれることができるのかというようなことなんですけれども、ただそうするためにはですね、私一人はどうも、一人の人間としてどうも、何にもできないわけではないですけど、他人、つまり他の人々と一緒に組んでやればもっとパワフル的だな、効果的だなといつも思っていますので、できるだけそういったような団体的な行動をやりたいと思います。いや、もう見えてますし、やってらっしゃいますしね、もうこの日本でも活動、この日本に来られて、セミナー開かれたりだとか、次回っていつ来られるかって予定とかあるんですか？さっき言って、いつ今年の10月です。今年の10月、全国回る感じですかね。今回はですね、ちょっと北の方に行きたいと思いますが、つまり、北海道。つまり北海道、海のものを食べて。というよりもですね、もうそれもありますけれども、もちろん。ただ、ワンネスの扉が出版されたときに、一番最初にコメントをいただいた方は北海道の人でしたので、そういうことをね、もう忘れられないものですので、一度だけでも行って、この方とね、会えるかどうかわかりませんが、ただ、お礼として行きたいと思います。何その素敵なもう、北海道、もうこの
YouTube にたどり着いて、その北海道、ワンネスの扉、一番コメントしてくださった一番の方、北海道、ジュリアンさん、10月行きますので、ぜひ会場いらしてください。いやー、ありがとうございました。もうちょっと10時になりましたけど、ありがとうございました。いや、本当に素晴らしいお話、ありがとうございます。最後に一言、なんかジュリアンさんから、視聴者の皆さんに向けて何かメッセージ等あれば、お願いします。はい、ありがとうございます。できる限りですね、生き方としてはですね、もう正しい生き方、これは正しくない生き方というよりも、どうやって本当の自分、この人生を通して本当の自分を喜ばせることができるかっていうのは、最も今の時代では大切なものだと思うんですけれども、思考は必要です。ただ、心がなければ、もう空っぽな人生になってしまうんじゃないかと私は思うんですので、できるだけカラフル的な生き方にしていただければと思います。言うのは簡単ですよ。やるのはなかなかチャレンジ的で、でもチャレンジがある場は学びが溢れる場ですので、これも一つの楽しみだと思います。いやー、素敵、ありがとうございます。カラフルな人生だけに後ろもカラフル。カラフルな背景。はい。コメントありがとうございました。では、失礼します。ありがとうございました。土日を良い週末をありがとうございました。失礼します。